解説。フランスが生んだ永遠の妖精。ソフィー・マルソーの輝かしい代表作ベスト10。マリサ、今日のテーマはフランスが生んだ永遠の妖精って呼ばれる女優さんなんでしょ？すごく綺麗で可愛いイメージがあるから、とっても楽しみにしてたの。おう、待ってたぜレイム。1980年、13歳で主演した映画、ラブームで世界中に衝撃を与えたんだ。まさに伝説の始まりだったんだぜ。あの圧倒的な透明感は、今見ても息を飲むほどだぜ。13歳で、やっぱりラブームの印象が強いけど、今回のランキングはどんな感じなのかしら？いい質問だな。彼女の進化は、ただのアイドルで終わらなかったことにあるんだ。清純派の役から、観客の度肝を抜くような体当たりの役まで果敢に挑戦し続けて、フランスを代表する大女優になったんだぜ。今回は、そんな彼女の輝かしいキャリアを彩る傑作を10位から一気に紹介していくぜ。第10位。デサント・ザンファー、地獄に落ちて、1986年。いよいよランキングの始まりね。記念すべき第10位は、どんな作品なのかしら？第10位は1986年の映画、デサント・ザンファー地獄に落ちてだぜ。ズバリ言うと、これはソフィー・マルソーが世界中に与えたラブームの清純なイメージを、自らの手で完全に打ち砕いた、まさに衝撃の記念碑的作品なんだ。イメージを打ち砕いたって、どういうこと？なんだか穏やかじゃないわね。ああ、当時20歳になった彼女が、大人の女優への脱皮をかけて、キャリアで初めてとなる体当たりの大胆な演技に挑戦したんだ。もう、あの可憐な少女の面影はどこにもないぜ。その変貌ぶりは、まさに圧巻の一言に尽きるんだな。20歳でそんな大きな決断を、すごい覚悟だわ。確か、共演者もすごく意外な人だって聞いたけど？その通りだぜ。なんと、ラブームで愛情深い父親役を演じた名優クロード・ブラッスールと、今作ではアルコール依存症の年の離れた夫と、彼に無関心な若妻っていう、とんでもなく破滅的な関係で再共演してるんだ。物語は、夫が起こした殺人事件をきっかけに、心を閉ざしていた妻が夫を守るために変貌していくっていう、スリリングなサスペンスなんだぜ。お父さんだった人と、そんなにヘビーな役柄で、想像しただけでドキドキしちゃうわ。美しいリゾート地が舞台なのに、お話は絶望的なのね。そうなんだ。美しいハイチの風景とは裏腹に、描かれるのは夫婦の絶望的な関係性。その強烈な対比が、見る者に忘れられないインパクトを残すんだ。だからこそ、この作品はソフィー・マルソーがただのアイドルではないことを世界に証明し、大人の女優としてのキャリアを力強く切り開いた、絶対に外せない一作ってわけだぜ。第9位。フォートサガン、1984年。第10位はかなり衝撃的だったけど、続く第9位はどんな作品なのかしら？ワクワクするわ。おう、第9位は1984年に公開された歴史超大作、フォートサガンだぜ。これはな、ソフィー・マルソーがラブームの国民的アイドルっていう立場から、本格派女優への扉を力強く開いた、まさにキャリアの転換点となった作品なんだ。本格派女優への転換点。でも、歴史超大作って聞くと、すごく重厚なイメージがあるけど、その通りだぜ。当時のフランス映画としては破格の制作費がかけられていて、まさに国家的なプロジェクトだったんだ。しかも共演陣がとてつもなく豪華でな。主演はフランスを代表する名優ジェラール・ド・パルドゥ。そしてあの世紀の大女優カトリーヌ・ドヌーブまで名を連ねているんだぜ。ジェラール・ド・パルドゥにカトリーヌ・ドヌーブまで、そんなそうそうたるメンバーの中で、ソフィー・マルソーはどんな役を演じたの？彼女が演じたのは、主人公サガンが身分違いの恋に落ち、生涯をかけて愛し続けるブルジョワ階級の令嬢マドレーヌ役だ。サハラ砂漠を舞台にした男たちの骨太で過酷な物語の中で、彼女の存在はまるで砂漠に咲いた一輪の花のようだったんだぜ。監督は巨匠アラン・コルノーだしな。砂漠に咲いた一輪の花、すごく詩的で素敵な表現ね。出演シーンは多かったの？いや、出演シーン自体は限られているんだ。だが、それが逆に良かったんだぜ。
彼女の持つ圧倒的に清楚で儚げな美しさが際立って、短い登場時間でも観客に忘れられない鮮烈な印象を残したんだ。アイドルとしての人気に満足することなく、若くしてこれだけ格調高い作品に挑戦した彼女の意欲。だからこそこの、フォートサガンは、彼女のキャリアを語る上で絶対に外せない一作なんだぜ。第8位、スチューデント、1988年。次は第8位ね。歴史大作の次だから、どんな作品が来るのかすごく気になるわ。第8位は、1988年のスチューデントだぜ。これはなんといってもこの映画は、ラブームシリーズで彼女をスターにした伝説のスタッフが再集結して、知的で美しい大人のソフィー・マルソーを描き出した、ファン待望のラブストーリーなんだ。ラブームのスタッフが、じゃあ、物語もラブームの続きみたいな感じなのかしら？その通り、監督のクロード・ピノトー、脚本のダニエル・トンプソン、そして音楽のウラジミール・コスマまで、まさに黄金トリオが揃い踏みなんだぜ。だからイタリアでは、ズバリ、ラブーム3っていうタイトルで公開されたくらいなんだ。あのビッグが、そのまま知的な大学生に成長した姿を彷彿とさせるんだな。わあ、それはファンにはたまらないわね。お話はどんな感じなの？今回は、ただ恋に恋する少女の物語じゃないんだ。ソフィーが演じるのは、難関の教員資格試験に合格するため、学業に人生を捧げる真面目な女子大生バランティーヌ。彼女が自由奔放なミュージシャンと恋に落ちて、自分のキャリアと恋愛との間で葛藤するっていう、より現実的で等身大の20代女性の姿を描いて、フランスで大ヒットしたんだぜ。なるほど、自分の夢も恋愛も、どっちも大切にしたいっていう気持ち、すごく共感できるわ。見どころはどんなシーンなの？この映画を語る上で絶対に外せないのが、クライマックスの高等試験のシーンだ。バランティーヌが、試験官の前で古典文学、モリエールの人間嫌いを引用しながら、自分自身の恋愛と感情を重ね合わせて、情熱的に語るんだ。ここは本当に圧巻で、彼女の知性と感情が爆発する、映画史に残る名シーンだぜ。アイドルから脱皮した、女優ソフィー・マルソーの進化がはっきりと示された、キャリアを語る上で欠かせない傑作なんだ。第7位、狂気の愛、1985年。知的で自立した女性の役、素敵だったわね。続く第7位は、また違った魅力が見られるのかしら？ああ、期待しててくれ。第7位は1985年の映画、狂気の愛。特筆すべきは、この作品こそ、ソフィー・マルソーが国民的アイドルという安全地帯を完全に捨て去り、一人の芸術家、表現者として覚醒した、彼女のキャリアにおける最大のターニングポイントなんだ。芸術家として覚醒。なんだかものすごい覚悟を感じる言葉ね。一体何がそんなに特別だったの？まず、彼女が運命的な出会いを果たしたんだ。監督は、後に公使に渡るパートナーとなるポーランドの奇才アンジェイ・ズラウスキー。原作はロシアの文豪ドストエフスキーの白地なんだが、その内容は大胆に翻案されていて、解説によると、グロテスクかつ難解で、エキセントリックなサスペンスアクションと評されるほどの超前衛的な作品なんだぜ。ドストエフスキーが原作なのに、バイオレンスアクション、全く想像がつかない世界観だわ。ソフィー・マルソーはどんな役柄を？彼女が演じたのは、銀行強盗団と行動を共にするジョーフ・マリーという、これまでのイメージとはかけ離れた役だ。当時の情報にも大胆なヌードを見せたことでも話題になったと記録されている通り、まさに体当たりの演技だったんだぜ。そして、その覚悟がとんでもない結果を生むんだ。ごくり、とんでもない結果って？なんと彼女はこの作品で、1985年のマドリッド映画祭の主演女優賞に輝いたんだ。つまり、アイドルとしての人気だけでなく、その卓越した演技力で国際的な評価を勝ち取った、その証明なんだぜ。だからこそこの狂気の愛は、彼女がただのスターから本物の女優へと変貌を遂げた、決定的瞬間を刻んだ記念碑的作品なんだ。第6位、アンナ・カレーニナ、1997年。芸術家として覚醒した作品、
すごかったわ。第6位は、そんな彼女が次に挑んだ作品かしら？その通りだぜ。第6位にランクインしたのは、1997年公開のアメリカ映画、アンナ・カレーニナだ。これは、世界の誰もが知るロシアの文豪トルストイの不朽の名作に、国際的女優として真正面から挑んだ。彼女のキャリアを語る上で絶対に欠かせない重厚な文芸大作なんだぜ。アンナ・カレーニナ。名前は聞いたことがあるわ。何度も映画化されている有名な物語よね。ああ、その中でもこの1997年版が特別なのは、アメリカ製作の映画でありながら、史上初めて全編がサンクトペテルブルクやモスクワといったロシア本国で撮影されたことなんだ。だから、帝政ロシア時代の貴族社会の豪華絢爛な空気感が、まるで本物のように再現されているんだぜ。監督は、不滅の恋ベートーベンのバーナード・ローズが務めているな。本物のロシアで撮影。それはすごいわね。ソフィー・マルソーは、そんな大作で主役のアンナを演じたのね。そうだ。政府高官の妻でありながら若き将校との許されない恋に落ち、破滅していく悲劇のヒロイン。この世界で最も有名で複雑な役を演じるにあたって、彼女の没入ぶりは凄まじかったんだ。後のインタビューで今までに得た最高の役柄に完全に同化していたと語っているほど、文字通り魂を削ってこの難役に挑んだんだぜ。魂を削って、聞いているだけで、その覚悟のほどが伝わってくるわ。恋のお相手は誰が演じたの？恋の相手ブロンスキー役は、イギリスの名優ショーン・ビーンが演じているぜ。フランス国内のスターという枠を飛び越えて、これだけ格調高い世界的な文芸大作の主役を堂々と演じ切った。この作品は、ソフィー・マルソーが真の国際派女優であることを全世界に証明した、輝かしい一作なんだ。音楽監督を世界的指揮者のサーゲオルグ・ショルティが務めているのもポイントだぜ。第5位、007、ワールド・イズ・ノット・イナフ、1999年。重厚な文芸大作の次はどんな作品かしらって思ってたら、まさかの007、あのボンドガールに選ばれたなんて、本当にすごいのね。ああ、しかもただのボンドガールじゃないぜ。第5位は1999年の7ワールドイズノットイナフ。この作品が特別なのは、これは彼女がハリウッドの頂点とも言えるこの巨大シリーズで、歴史上最も衝撃的で、最も悲しい宿命を背負ったボンドガールを演じ切った作品なんだ。衝撃的で悲しい宿命？普通のボンドガールって、ボンドを助けたり、恋に落ちたりするヒロインじゃないの？そこが全く違うんだな。彼女が演じたエレクトラ・キングは、物語の序盤ではテロリストに狙われる悲劇のヒロインに見える。だがその正体は、父と MI6 に復讐を誓う、物語の真の黒幕だったんだ。つまり、ボンドを愛しているふりをしながら、彼を破滅させようとするシリーズ史上屈指の悪役ボンドガール。まさしくファム・ファタールだったんだぜ。嘘でしょ。ボンドを騙す悪役だったなんて、ピアース・ブロスナンが演じるボンドは、それに気づかなかったの？ああ、ボンドも最初は彼女を必死に守ろうとするんだが、やがてその恐ろしい本性に気づくことになる。そして最後は、任務を遂行するため、愛したはずのボンド自身の手によって彼女は射殺される。こんなに衝撃的で悲しい結末を迎えたボンドガールは、他にいないぜ。監督はマイケル・アクテッドだ。このハリウッドを代表する超大作で、観客の予想を完璧に裏切る悪女役を完璧に演じ切ったことで、ソフィー・マルソーの名は全世界に刻まれた。国際的スターの地位を不動にした金字塔なんだぜ。第4位、ブレイブハート、1995年。悪役ボンドガール、強烈だったわ。もうすっかりハリウッドスターね。第4位も、やっぱりハリウッドの大作なのかしら？その通りだぜ。第4位は、1995年公開、映画史に燦然と輝く不朽の名作、ブレイブハートだ。彼女のキャリアにおいて、これはソフィー・マルソーが本格的なハリウッド進出を果たす大きな足がかりとなり、彼女の気品あふれる美しさを全世界に知らしめた、まさに記念碑的な歴史スペクタクル大作なんだ。ブレイブハート、アカデミー賞をたくさん取った、すごく有名な映画よね。
メル・ギブソンが監督と主演をした作品でしょ？よく知ってるな。メル・ギブソンが監督制作主演の3役をこなして、第68回アカデミー賞で作品賞、監督賞、撮影賞を含む主要5部門を独占したんだ。スコットランド独立のために戦った伝説の英雄ウィリアム・ウォレスの生涯を描いた、涙なくしては見られない超傑作だぜ。そんな歴史的な名作で、ソフィー・マルソーはどんな役を演じたの？スコットランドの女性？いや、そこが重要なポイントなんだ。彼女が演じたのは、なんとウォレスの敵国であるイングランドに、フランスから政略結婚で嫁がされた王女イザベラなんだ。敵国の王妃でありながら、ウォレスの自由を求める気高い魂に惹かれ、危険を冒して彼を陰ながら支えるという、物語の鍵を握るめちゃくちゃ重要な役どころなんだぜ。敵の王妃様が、主人公を愛してしまうなんて、すごくドラマチックね。ああ、非常な政略結婚の道具として、孤独を抱えていた王女の悲しみ、そしてウォレスと出会い、自分の意志で行動するようになる芯の強さ、その全てを、ソフィー・マルソーは気品高く、そして儚げに演じきったんだ。血と裏切りに満ちた男たちの過酷な物語の中で、彼女の存在は唯一の光のようだったぜ。音楽を巨匠ジェームズ・ホーナーが手掛けているのも、この映画の感動をさらに高めているんだ。第3位、ラブームツ、1982年。ついにトップ3ね。第4位が、ブレイブハートだったから、もうこれ以上はないんじゃないかって思うくらいだけど。ここからが本番だぜ、レイム。第3位は、1982年のラブーム2だ。この続編のすごいところは、これは社会現象になった前作のプレッシャーをものともせず、ソフィー・マルソーがフランスで最も権威ある映画賞の栄冠に輝いた、奇跡のような大傑作続編なんだぜ。ラブームの続編、しかも映画賞まで、前作があれだけ大ヒットしたら、続編を作るのってすごく大変だったんじゃないかしら？ああ、普通ならハードルが高すぎるよな。だがこの作品は、監督のクロード・ピノトをはじめ、脚本も音楽も、そしてもちろんキャストも、前作と全く同じ黄金の布陣で挑んだんだ。だからこそ、あの奇跡を再び起こすことができたんだぜ。まさに最強のチームだったんだな。すごいわ。チームの絆が生んだ傑作なのね。今回はどんなお話なの？物語は前作から2年後、15歳になったビッグが新たな恋に落ちる物語だ。注目すべきは、ソフィー・マルソー自身の成長だな。13歳の頃の天真爛漫な可愛らしさに加えて、15歳の少女が持つ、より繊細で複雑な心の揺れ動きを、驚くほど大人びた表情で見事に表現しているんだ。そのみずみずしい演技がフランス国内で絶賛されたんだぜ。フランスで絶賛。それで、その映画賞っていうのは、ああ、彼女はこの作品で、フランス版アカデミー賞とも言われる最も権威ある映画賞、セザール賞の最優秀新人女優賞を見事に受賞したんだ。これはもう、彼女が単なるアイドルではなく、本物の才能を持った女優であることを国が認めたってことだからな。主題歌の Your Eyes も歴史的な大ヒットを記録して、まさに人気と実力の両方で頂点に立った、記念碑的な一作なんだぜ。第2位、恋人たちのアパルトマン、1993年。セザール賞受賞。本当にすごいわ。もうここまで来たら、1位と2位はどんな作品でも納得しちゃうかも。いやいや、まだまだ驚かせてやるぜ。栄光の第2位は、1993年の傑作ロマンティックコメディ恋人たちのアパルトマンだ。一言で言うなら、この作品はソフィー・マルソーのコケティッシュでキュートな魅力が爆発した、フランス映画史に残る、最高におしゃれで奇想天外なラブストーリーなんだぜ。奇想天外なラブストーリー？なんだかすごく面白そうね。どんなお話なの？恋愛のときめきが色あせるのが怖いから、愛する人とは永遠に一線を越えないっていう、ちょっと変わった青年が主人公なんだ。彼はソフィー演じるファンに運命的な恋をするんだが、その情熱を永遠に保つため、彼女の隣の部屋を借りて、壁にマジックミラーを仕掛けて覗き見を始めるっていう、とんでもない話なんだぜ。マジックミラーで覗き見。
それって愛なの？かなりユニークな設定ね。だろ？このぶっ飛んだ設定こそ、フランス映画の真骨頂だな。監督脚本は、自身のベストセラー自伝的小説を映画化したアレクサンドル・ジャルダン。そして相手役は、当時人気絶頂だった2枚目俳優のバンサン・ペレイズだ。この二人の化学反応がまた最高なんだぜ。バンサン・ペレイズ、豪華な共演ね。じゃあソフィー・マルソーは、その変わった彼にじっと見られてる役なの？ただ見られてるだけじゃないんだ。彼女が演じるヒロイン、ファンファンは、彼の奇妙な愛情表現にもどかしさを感じながらも、積極的かつチャーミングに彼を挑発していくんだ。その姿が本当に可愛くてな。ラブームの清純さとも、狂気の愛の激しさとも違う。彼女の新たな魅力がここで完全に開花したんだぜ。だからこそこの作品はフランスで大ヒットして、今も多くの人に愛される代表作の一つになったんだ。第1位、ラブーム、1980年。いよいよ第1位ね。2位が恋人たちのアパルトマンだったから、もうこの作品しか残ってないわ。ドキドキする。視聴者のみんなも、きっと納得の1位よね。ああ、俺たちの青春そのものだぜ。輝ける第1位は、1980年、全世界が恋に落ちた伝説の映画、ラブームだ。この映画こそが、これは当時全くの無名だった13歳の少女を、一夜にして世界の頂点へと押し上げた、映画史における最高のシンデレラストーリーなんだ。やっぱり、ラブーム、伝説の始まりね。確か700人ものオーディションから選ばれたって聞いたわ。その通りだぜ。まさにダイヤの原石の発見だな。パリに越してきた13歳の少女ビッグが、初めてのパーティー、ブームで恋に落ち、大人の階段を登っていくっていう、誰もが経験する甘酸っぱい青春を描いた物語だ。これがフランスで450万人を動員する記録的な大ヒットになって、日本をはじめ世界中で社会現象を巻き起こしたんだぜ。社会現象。私もあの髪型やファッションにすごく憧れたわ。特に、あのヘッドホンのシーンは忘れられない。ああ、映画史に残る伝説の名シーンだな。パーティーの喧騒の中、好きな男の子がそっとヘッドホンをかけてくれて、リチャード・サンダーソンの愛のファンタジーが流れる。あの瞬間、世界中の誰もがビッグと一緒に恋に落ちたんだ。あのロマンチックさを超えるシーンは、未だに現れていないかもしれないぜ。監督のクロード・ピノトーの手腕が光ったな。本当に、魔法みたいなシーンだったわ。音楽も映画も、すべてが完璧だったのね。まさに奇跡だな。主題歌、愛のファンタジーは、全世界で800万枚以上を売り上げる歴史的な大ヒットだ。監督、脚本、音楽、そして何よりソフィー・マルソーという奇跡の存在。その全てが完璧に噛み合ったからこそ生まれた、永遠に色褪せない青春映画の金字塔。これこそが、ソフィー・マルソーの伝説の原点にして、堂々の第一位だぜ。総評またはまとめ。いやー、今回のランキング、本当にすごかったわ。ラブームの可愛いイメージしかなかったけど、悪役になったり、歴史大作に出たり、全然違う顔をたくさん持っていてびっくりしちゃった。だろ？それこそがソフィー・マルソーの真の魅力なんだぜ。ラブームで世界のハートを掴んだ後も、決してそのイメージに安住せず、常に新しい役柄に挑み続けてきた。その強い意志があったからこそ、フランスの国民的アイドルから、世界が認める本物の大女優へと羽ばたけたんだぜ。本当にそうね。どの作品の彼女もキラキラ輝いてたわ。視聴者の皆さんは、どの映画のソフィー・マルソーが一番心に残りましたか？ぜひ、コメントであなたのベストワンを教えてくださいね。ああ、みんなの熱い思い、聞かせてくれよな。この動画が面白いと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をポチッとお願いするぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。